ちは。羽生です。こんにちはにゅー。フィギエモンです。リプレイ横浜公演のことで胸がいっぱいの皆様、今日の動画はなんとフリルを着たアシュラー、別名羽生結弦選手のコスチュームフリルについて紐解いていこうと思います。わかんねえや。そうだよね、フリルって言われてもね。羽生選手の選手時代、いつの頃だったでしょうか。ジュニアからシニアに上がってからちょっと経った頃だったと記憶しているんですが、はい。羽生選手はフリルを着たアシュラと密かに、いや大っぴらに呼ばれている時期がありました。フリルっていう言葉とアシュラっていう言葉が一緒になった言葉をこの時初めて目にしたフィギエモンでしたが、一発で羽生選手にぴったりの言葉だなと悟ったんですよね。フリルという女性というキーワードを秘めた言葉、そしてアシュラという鬼のような形相をイメージさせる男性っぽさを感じさせる言葉、この2つが合わさることが羽生選手を表現するのにぴったりすぎる、そう当時思っていた人がとても多いと思います。かなり。フィギエモンも思ってたからね。そこから時が経ち、プロのプログラムとしてアシュラちゃんという名プログラムを完成させつつある羽生選手。完成です。そんな中でフィギエモンは羽生選手のフリルについて動画を作ってみたくなったんですよね。やっぱり挑戦することによって楽しさっていうのも生まれるし。そうなんですよね。2024年節分も過ぎて、鬼は外、福は内、鬼は外、福は内、鬼のお役目ありがとう。新しいことに挑戦してみたくなったフィギエモンがフリルについて徹底解剖しちゃいます。そして動画後半は久々のフィギエモン今週のファンニューライフをがっつりお届け。本当に？はい、ライブ配信は何度もしていましたが、新年一発目の動画なのでがっつり皆さんに最後まで楽しんでいただけたらと思って気合を入れて作りました。 OK。こんな感じでこのチャンネルでは現役プロアスリート羽生結弦選手の話題を毎回ご紹介しています。何をしますか？羽生結弦選手を応援して今よりもっともっと幸せな毎日を楽しみたいっていう方はぜひチャンネル登録をしておいてくださいね。なんか入っちゃうっていう。ポチ。いつも応援ありがとうございます。チャンネル登録をするとライブ配信の予定、プレミア配信動画のお知らせ、そしてコミュニティの配信を受け取れるようになります。本当に？はい、このコミュニティはリアルタイムの情報を不定期に発信しています。ライブ配信情報などを見逃さないためにも今のうちにチャンネル登録をしておいてくださいね。また2021年9月に始まったメンバーシップでは1月23日で28ヶ月目を迎えて、より濃度の濃い情報、メンバーにしか明かせない情報をメンバー限定で発信しています。皆さんもその楽しさが伝わってたら嬉しいです。メンバーシップの内容に興味のある方はメンバーになるボタンまたは説明欄のメンバーシップのリンクをクリックすると説明動画と特典が確認できますのでぜひ見てみてくださいね。 OK。 では早速羽生結弦選手の不思議、フリルを着たアシュラの秘密を紐解いていきましょう。やばい、楽しい。だよね。フィギエモンもめっちゃ楽しいです。じゃあいきますね。ここで最初にフリルをフィギエモンが勝手に定義させていただきます。一般的にフリルこんなのですよね。ここではこの写真のようなものだけをフリルと呼ぶのではなく、ひらひらとするものを総称としてこの動画ではフリルと呼ばせていただきたいと思います。 OK。 だからフリルは衣装のどこかについていてもフリルと定義しますです。フィギエモンはもしかしたらコスチュームにフリルがついていなかったら羽生選手をここまで応援していなかったかもしれません。それぐらい羽生選手とフリルはとにかく大事なものなんです。
羽生選手笑ってる場合じゃないよ。めっちゃ大事なんだよ。フリルだけで1本の動画を作るほどだからね。そういうことで、そんなフィギュアモンにとってとっても大切なフリルをこの7項目でお話ししていこうと思います。1、羽生結弦にとって重要なフリルの存在とは。2、フリルの動きと視覚的効果。3、フリルを着たアシュラの歴史。4、フリルとアシュラが一体になった時。5、フィギュアモンと羽生結弦のフリル。6、アシュラがアシュラちゃんへ。7、未来フリルを着たアシュラ再登場なるか。この7項目でフリルを徹底解剖していきますので、ぜひ最後まで楽しんでみてくださいね。 OK。 1、羽生結弦にとって重要なフリルの存在とは。ここで問題です。羽生結弦選手が活躍する直前の世界王者は誰でしょうか。はい、思い出せましたでしょうか。そうです。カナダのパトリック・チャンが羽生選手の直前の世界王者なんですよね。パトリック・チャンはこんな感じの選手です。ザ・男子っていう感じの衣装に見えませんか。世界王者っていうのはその次のフィギュアスケート界のイメージそのものです。世界王者の着ているコスチュームも一緒にその時代のイメージになっているものなのです。はい。パトリック・チャンの衣装にはフリルが全くついてません。ではパトリック・チャンが普通なのかというと、そうとも言えるしそうでもないとも言えます。過去にパトリック・チャンがフリルがついた衣装を着ていたのを実は発見しちゃいました。じゃん。イメージ的には洋服っぽいデザインの衣装を着ている印象が強いパトリック・チャンでさえフリル衣装があったとはちょっと意外でした。そしてパトリック・チャンのコスチュームが特別というわけではなく、羽生選手のフリルがついたコスチュームの方が特別なのです。羽生選手の表彰式の写真を見てみると、他の2人の選手はフリルがついてないことに気がつきますか。いや、これ羽生選手フリルついてないけど、そう思う方はぜひこのプログラムの衣装の腰のあたりを思い出してみてください。演技中、腰のところでスカートには見えないまでもスケートを滑るたびにたなびくフリルのような役割をしている裾があるんですよね。通常はこれフリルって呼ばないと思いますが、フィギュアスケートの演技中、風でひらひらとフリルのように見えるので、れっきとしたフリルだってフィギュアモンは認定しちゃいます。 OK。 そんなフリルは羽生選手にどんな役割を与えているのでしょうか。そういうことで、2、フリルの動きと視覚的効果。そもそも羽生選手は細身だったため、リンクで大きく見せるためにお母さんが作る衣装にフリルがついていました。だから羽生選手にとってはフリルはスタンダードというか、フィギュアスケートをするときはフリルみたいに思ってたかもしれませんよね。大きく見せるためのフリルでしたが、ジュニア、シニアに上がってもなおフリルを採用することで、羽生選手の細い体に本来はフェミニンに見えるフリルも躍動的にそういう動きを与えて生き生きとしたプログラムを作っていた、そんな感じがします。大好きなので。そうなんです。フリルがついた衣装が羽生選手自身が大好きなように見えます。これがめちゃめちゃ大事だなって思うんですよね。だんだんと楽しくなってきて、普通の日本人男性だったらフリルがついた衣装なんで着たくもないって思っても不思議ではありません。でも羽生選手は自分のことを俯瞰してみることができるため、フリルがあった方が羽生選手の個性や動きに彩りを与えている、そういうことに気づいていたような気がします。実際に脳科学では動いているものに目が行きやすいと言われています。それは敵から身を守り生き抜くために、人間は本能的に動きに対して注意を払うためなんですよね。原始的な理由って私たち現代人も受け継いでいるものなんですが、フリルの動きは羽生選手の演技をより目が行きやすくしている効果があるのです。フィギュアスケートは見ているとわかると思いますが、滑る速度が速いとより布がヒラヒラします。日常生活ではフリルのついた洋服を着てもそこまでヒラヒラしないと思います。ですがフィギュアスケートの衣装にフリルをつけた途端、まるでフリルが生きているかのように動き出します。それはフィギュアスケートの特徴なんですよね。
だから羽生選手にとってはフリルはより自分の演技に注目させる、そんな重要な効果があったわけです。羽生選手が意識してやっていたかは不明ですが、今も絶大な人気を誇っているのにフリルは一役買っていることは間違いなさそうです。 OK。 ってことで次の項目を検証していきましょう。3、フリルを着たアシュラの歴史。そもそも羽生選手のフリルの歴史ってどんなものだったのでしょうか。実際に振り返ってみましょう。まずはジュニアの最後の年、このパガニーニの主題による教師曲、これはお母さんが作った衣装なんですよね。でここからはシニアの衣装です。悲壮ですね。肩についたひらひらが本当に印象的で、これはフリルと言えると思います。そしてこのホワイトレジェンド、これもね細かいですがひらひらいろんなところがしてます。ふわふわもしてます。そして生命、意外とねこれどうかなって思う方いらっしゃると思うんですが、腰のところがひらひらしてます。そしてこのホプレガですね、これも悲壮と同じように肩のところがひらひらしてて本当になんか儚いですよね。そしてこちらバライチですね。バライチはね腕のところがひらひらしてます。そして生命ですね、これは腰のところがひらひら、フリルだと思います。はい、はためくんですよね、腰のところがパタパタっと。そしてこれ、ノッテステラータ、これはいろんなところがパタパタしてましたね。でロンカップ、これも同じタイプでしょうか。いろんなところが、主に腰あたりがパタパタしてるような気がします。そしてこれは生命と同じような感じですね。天地様、腰のところがひらひらと、そして腕のところもひらひらとしているような感じだと思います。こんな感じで結構素敵なフリル衣装たちでしたが、プロになった今もフリルの存在を忘れずにいる羽生選手です。様々なフリルがこれからも見られそうですね。ってことで次は4、フリルとアシュラが一体になる理由。このことについて紐解いていきましょう。フリルはここまで詳しく説明してきました。はい。ではアシュラは？そんな疑問が湧きますよね。アシュラといっても思い浮かべるのは奈良の興福寺の国宝アシュラ像ではないでしょうか。他の有名な仏像と比べた時、アシュラ像はエレガントな雰囲気を持ちながらも怒っている、そう思っている方も多いのではないでしょうか。ただアシュラと言われると怒り、そういうイメージがありますよね。フィギエモンもそんなイメージを持っています。かなりだよね。なんでこの怒りのイメージを持っているアシュラという言葉が羽生選手に紐付けられたのか。それは羽生選手の競技の時の姿勢にあります。そうなんです。羽生選手は前半でジャンプのミスをすると、普通の人では考えられないジャンプ構成を試して、結果的にジャンプのミスを取り返してしまうっていうことをたびたびやっていたんですよね。はい。その攻撃的プログラム構成の修正を試している時の羽生選手の表情は時々凄まじいことがあり、そういうところがアシュラと言われるゆえんだったのでしょう。そして身につけているコスチュームはそこはかとなく揺れるフリルがついたフェミニンなデザインです。そりゃ顔と動きと衣装がアンバランスになり、より人々の視線を釘付けにしたのでした。 OK。 そして次の項目5、フィギエモンと羽生結弦のフリル。フィギエモンがこのチャンネルを始めるぐらい羽生選手の演技に夢中になった理由、それがこのフリルにあることは間違いありません。もし羽生選手がパトリック・チャンのような、ネイサン・チェンのような衣装を身につけていたなら、ここまで演技に惹かれなかったし、実際に見たいと強く思うこともなかったでしょう。本当に？はい、すいません。いや大変だね。そうですよ。これからもフリル付きの衣装を永遠に着続けてほしいと思っているフィギエモンなんですが、プロになってからもちゃんとフリルがついてる衣装を身につけていてほっとしているところがあったりします。
競技会では着ることはなかったあの夏へのような裾までひらひらがついて、立ってるとまるでロングスカートのような衣装、そして鳥と蛇と豚のアシンメトリーのデザイン、これらは私の目を奪うには十分な衣装です。ぜひもっとヒラヒラさせて、もっとキラキラさせて、もっとふわふわさせていただきたいです。 OK。 6. アシュラがアシュラちゃんへ。このことについてお話ししていきましょう。アシュラがアシュラちゃんへってどういうこと？そう思った方もいらっしゃると思います。今までお話ししていたアシュラは羽生選手の競技時代の話です。競技で金メダル1位を狙っていた羽生選手はアシュラになってがむしゃらに頂点を狙っていたわけです。でも競技から離れてルール、得点を考えなくてもよくなった今、プロになって披露したアシュラちゃんに移行したように思ってます。アシュラちゃんはプログラムの内容は主に陸上のダンスを表情に持ってきた、そんな構成になっています。主に表情、動き、エネルギーで音楽を表現して観客に見せていく、競技とは全く違うプログラムです。競技のプログラムはジャッジに見せることが主になるので、観客に向かって煽るとかそういうことは羽生選手の場合はほとんどありませんでした。でもこのアシュラちゃんは完全に観客の方に向いたプログラムであることが目線を見るだけでもわかると思います。私たち見ている方は自分の方を向いてくれるプログラムは生で見ているとより上がりますし、羽生選手の何を求められているのかということを羽生選手自身が研究して出した結果がアシュラちゃんになっているのではないかとフィギエモンは考えました。 OK。 とはいえ競技時代のフリルを着たアシュラが好きなファンは一定数今でもいると私は思っています。そこで考えました。7. 未来フリルを着たアシュラ再登場なるか。皆さんこれどう思いますか？これまでの考察から答えを出すとノーになると思います。競技だからこそアシュラになったわけですから、プロでいる限りはフリルを着たアシュラを見れることはないだろう。そうなりますよね。現役復帰する？それはフィギュアモンは可能性はほとんどないと思ってます。現役復帰すれば理論的に闘争心をあらわにした羽生選手を見ることができるかもしれません。でもここで考える未来はプロのままでフリルを着たアシュラ再登場なるかということです。結論からお話しすると、フィギュアモンは再登場するのではないかと思っています。普通の人間ならまあありえない話です。ですが人間の性格ってそう変わるものじゃないですよね。ということはどこかの時点であの時の闘争心に火がつく時が来るのではないか。火をつけるものが何かはわからないですが、何かのタイミングで心境の変化が起きることがあるんじゃないかなと予想しています。アシュラちゃんも大好きなフィギュアモンですが、羽生選手ならではのあの闘争心、チャレンジ精神、トップを狙うエネルギー、それを私たちは今後どこかで目にするかもしれませんね。 OK。 ここまで7項目でお話ししてきました。1、羽生結弦にとって重要なフリルの存在とは。2、フリルの動きと視覚的効果。3、フリルを着たアシュラの歴史。4、フリルとアシュラが一体になった時。5、フィギュアモンと羽生結弦のフリル。6、アシュラがアシュラちゃんへ。7、未来フリルを着たアシュラ再登場なるか。あなたはフリルを着たアシュラが好きですか？アシュラちゃんが好きですか？ぜひ感想をコメントしてみてくださいね。ご褒美です。ということでここからはフィギュアモン今週のファンニューライフってことで、今日は2月8日に届いた2つの荷物を開封していこうと思います。こんな感じで届きました。すごくない？ゆずキャンディーって書いてあります。めっちゃびっくりしました。これね、一品しか書けないのにゆずキャンディーが書かれてる。やったーと思って、最初に買ったからなんでしょうけどね。そして
こちら写真集 Y なんですが、裏向いて入ってますね。これが今日同時に届きました。めっちゃ楽しみです。では開けていきたいと思います。はい、では早速今から開けていきます。まずはね、ゆずキャンディーって書いてある箱の方から開けていきたいと思います。じゃん。意外とね、小ぶりなのでここで開けていきます。じゃんじゃんじゃん。どんなだろう。オープン。イギエモンが買ったのはモバイルバッテリーとゆずキャンディーでした。はい、楽しみです。おー、ゆずキャンディーが見えてる。はい、うわ、かわいい。すごい。ゆずの断面図、お羽。うわー、すごい。リプレイって書いてある。ゆずキャンディー、めっちゃ嬉しい。そしてこんな感じで、おすごい、こんな感じなんだ。ですね、これぐらいよくわかんないか。使い方が書いてあるけど、ちゃんとリプレイって書いてあるね。すごいね。ちっちゃいスマホの場合だとね、2回ぐらいできるんじゃないかなと思うんですけどね。じゃーん。お開けてみましょう。なんか紙が入ってる。使い方？おー、これ手垢がつかないやつですね。わかる？ほら、全然つかない。これは薄くていいな。なんかすごく小さくて薄いっていう風に聞いてましたけど、これはいいです。で、ここにコードが入ってますね。これはタイプ C じゃないな。これなんだろう。ここですね。マイクロ USB ですね。コネクタ。はい。で、タイプ C の変換ジャックもある。お、そうなんだ。ありました。変換ジャック。こういうことですかね。はい。で、ここに USB の入力ポートがここですね。ここで、このコードもついてますね。はい。すごい薄いです。はい。裏もね、同じこういう指紋がつかない感じで
顔がね入ってるのがこれいいですよね。すごい可愛い。軽いです。これは軽いね。2つ持ってもいいかもしんないって思いました。これいいな。ちっちゃくて。はい、こんな感じで収まります。すごいスマート。ここにもありますね。刺すところ。なかなかいろいろ使えそうな感じの作りです。めっちゃいいです。これ軽いの一番ですよね。はい、ということで次はこれ下置いとこうか。はい、モバイルバッテリーとゆずキャンディー置いときました。では次に写真集 Y、 こちら開けてきましょう。うわー、結構重いな。厚いです厚みがある。さすが値段高いだけあってでかい。ということで開けていきます。じゃーん。これでやっとビニール書店で売ってる状態ですかね。ではじゃん。怖い。大丈夫かな。おお、よいしょ。おお、綺麗。めっちゃ綺麗です。下置こうか。おお、すごい。なんかちょっとチョコレートの箱のようなそんな曇りガラスというか、ガラスじゃないんだけど、そんな感じの紙ですね。はい、では早速開けていこうじゃないでしょうか。はい、1ページ目開けると真っ白です。こっちの左端にね、見えますか、ゆずる羽生ってこう横に入ってるっていう、おしゃれです。ですっごい薄く、これ Y って書いてあるのすごい。はい、これね近づかないと分かんないかも。薄っと思ったら次のページが透けたんだね。はい、Y って書いてあります。おお、なんだろう、透明だね。珍しいかもしれない。この写真を一番最初に持ってきたのはなんでなんでしょうね。この写真見た時に一気にアイスショーに行った時のことを思い出しましたね。そんな写真です。引きの写真がそんな自分の記憶を呼び覚ますというか、いい写真だと思います。いや、この写真なんだ。これはどっかで使われてた写真ですかね。この裏で羽生選手がどんな感じでいるのかっていうのがよくわかるような、そんな一枚ですよね。なんかいいですね。これも裏の写真ですけれども、ちょっとポーズが違う、コマ送りのような。こんな感じだったんですね。もういきなりなんだろう、方向がね向こう側に向かって、珍しいですね。横長い写真を使いたかったんですね。すごい綺麗なブルーです。いや、なんかね、会場に行った時にすごいブルーの、光が綺麗なんですよ。それも思い出しましたね。うわ、こんな写真もあるんですね。ほら、ちょっと笑顔になってる。これスターズOSなんですね。他の選手も写ってます。はい、一番最初の冒頭の練習してるんですかね。おお、何かと思ったらこれシェアプラクティスって書いてありますね。わー、なるほど。結構古い写真だけど、なんか最近の写真のようにも見えるし。こ
これもシェアプラクティスですね。これは皆さんよく見たことがある写真じゃないでしょうか。めっちゃ有名な写真ですね。かっこいいです。この写真はちょっと見たことないかもしれないですね。シェアプラクティスなんでしょうけど、知らないよこれ。初出しかな。はい、こちら。なんだろう、バッグが紫ってになってますけど、なんでしょうね。初めて見る気がしますね、この写真も。懐かしいけど、なんか初めての写真は嬉しいです。これは本当にプラクティスやってる時ですね。はい、これもプラクティスやってる時でしょうか。なんか思い出しますね。今まで見てきた写真、すごく情景を思い出すみたいな、そんな写真を集めてくださったんでしょうか。この写真はめっちゃ有名なやつですね。何回も見たことある人がいるんじゃないかなと思うんですけど。はい、ゆずぷーさんとのワンショットなんですが、このショットは見たことない気がしますね。特に左側。そしてプロローグですね。うわー、もうこの写真もよく見る写真ではあるんですけど、ロゴの入れ方とかがすごい、なんつうんだろうね、ほんと絵画みたいな感じですよね。デザイン的にもすごく素敵です。わー、これはプロローグのプラクティス6分間練習ですよね。なんか羽生選手の気持ちが写真から伝わってくるような、そんな感じの素敵な写真ですね。なんか緊張してるのかなっていう感じですよね。この写真はちょっと珍しいですね。観客席が、アリーナ席が全部写ってるっていう感じで、こういう風な感じだったんですね。横浜公園近いので、これね、ピアアリーナ MM だと思うんですけれども、やっぱ氷から近いですよね。埼玉スーパーアリーナとかに比べてほんと近いと思います。何この写真。写真なんですかね。すごいね。加工したみたいな、そんな写真になってますけど、ものすごい一瞬ですね。ロミジュリの。こんな写真があったんですね。すごい。そしてスターズ・オン・アイスですね。ということはさっきのはスターズ・オン・アイスじゃなかったのかな。ファンタジーだったのかな。はい、これも有名な写真ですよね。見てこれ。羽生選手が幕のところからステージを見ているっていう写真が2枚。こんな写真が2枚大きく使われちゃってるなんてすごいですね。初めて見ました。この写真も私は初めて見ましたね。ちょっとレアですよね。この衣装を着てる羽生選手のお写真ってあんまり私見たことないので、はい、レアだと思います。そしてオペラ座の怪人ですね。これもいい写真ですね。結構ね、会場は暗かったんですが、このお写真はかなり肌色が綺麗に出てるんじゃないかなと思います。そして有名な写真ですね。はい。大きいとこれ結構圧巻ですね。アシュラちゃん。バックステージです。こちらアシュラちゃんのバックショットと前面なんですが、バックショット初めて見た気がしますね。背中のところに赤い、ラインストーンついてたんですね。あんまり気づかなかったですね。この写真見ると肩のところにすごいラインストーンがあって、そうだったんですね。プーさんにもラインストーンつけなきゃ。ついてないです。
もうアシュラちゃんの写真いっぱいあったんですが、この写真をちょっと開けてみました。これ初めて見ますね。嬉しい。おー、白様、これも初めてかもしれない。いや意外とね、アシュラちゃんと白様はあんまり写真のバリエーションを見たことないので嬉しいですね。こんななってるんですね。すごい綺麗にというか、ライトアップされてるところで撮ったようなお写真っていうのはちょっと珍しいなと思って見応えありますね。うわ、白様のバックショットやばーやばいですねこれ。こんな透けてるんだね。光によってはこんな感じなんだ。やっぱりアイスショーだと暗いのであんまりよく見えてないっていうのがね、近くで見てもあるんですけど、こんな感じなんですね。これ見て、腕のところの儚さよ。すごいなあ。めっちゃ綺麗ですね。ポジションも綺麗だけど腕のところの素材が本当に綺麗。うわー、やばいですこれ。これ結構後ろの方の写真なんですが、後ろから撮るのなんか感慨深いですね。いや、いい写真。なんだろう、赤い感じになっててめちゃくちゃアシュラちゃんっぽいですね。これファイナルって右の方にちっちゃく書いてあるので、スターズ・オン・アイスのファイナル、大興奮の時のアシュラちゃんの後ろ姿なんですね。思い出しますね。これはいいかもしれない。行った時をすごく思い出せるような写真がたくさんあって、これは秀逸でした。そして最後のショットがこのオペラ座の怪人のちょっと笑顔になってるね、できたっていう感じの顔の羽生選手なんですが、いやー、これはいい写真集でした。買ってよかったです。皆さんもぜひご紹介してないページもたくさんありますので、お手に取ってこうね、昔を思い出すというか行ったことを思い出すとか、ライブビューイングを思い出すとか、なんかいろいろそんなことができちゃうような写真たちですね。こちらバッグです。両方のバッグです。モバイルバッテリーもバッグです。後ろも素敵。はい、側を取るとこんな感じ。すごいめちゃくちゃ鮮やかな青ですね。これアシュラちゃんの青かな、ネクタイの。そんな感じの鮮やかな青です。はい、いかがだったでしょうか。いやー、これね、もう一回ビデオ撮り終わった後にじっくりたっぷりフィギュアも一人で楽しみたいと思います。本当のファンニューライフはこれからです。いかがでしたでしょうか。楽しかったですか。今日は以前から気になっていたフリルについてお話しすることができて本当に楽しかったです。届いた写真集、モバイルバッテリー、ゆずキャンディーと気分が上がるものばっかり届いて、このままリプレイ横浜公演をがっつり楽しんでいきたいと思います。これがあるから今自分はなんか生き生きと生活できているんだと思いますし。そうなんです。フィエモンもそうです。昨日思いついてこれお土産用に作っちゃいました。ちょっとしか数はないので早くお会いする方にお渡ししようかなと思ってます。お楽しみにしていてくださいね。そして次回はライブ配信になると思います。2月17日21時からリプレイ横浜公演1日目の公演が終わった後にライブ配信する予定です。2月18日14時10分から14時40分第6回フィギエモン羽生結弦ファンミーティングをチラ見せしちゃいます。2月19日21時からリプレイ横浜公演最終日往楽が終わった後に興奮の中ライブ配信予定です。怒涛の3連続ライブ配信です。ぜひ皆さんリアルタイムでコメントしながら楽しんでくださいね。
この動画が良かったと思う方はぜひいいねボタンを押してください。そして感想コメントもお待ちしております。ということでまた近いうちにお会いしましょう。フィギュアモンでした。さようなら。